皆さんこんにちは。このチャンネルでは日本語を学んでいる皆さんに日本の文化やトレンド、そして私が日々感じたことを分かりやすい日本語でお届けしています。さて皆さん、最近はいかがお過ごしですか？日本では蒸し暑い日も増えてきて、そろそろ夏本番ですね。暑さで体調を崩さないように乗り切っていきましょうね。早速ですが、今回はヨーロッパに住んでいる私が日本ってやっぱりいいなと感じる瞬間や、日本のあれが恋しいなと思うことについてお話ししていきます。実は私は今年の初めからヨーロッパで暮らし始めて、今でだいたい半年くらいになります。毎日が新しい発見の連続で、現地の文化や食べ物、人との交流にワクワクする日々です。だけど、その中でふと、日本が恋しいなと思う瞬間が結構あるんです。例えば、日本の食べ物が恋しくなったり、日本のコンビニはとても便利だったなと感じたりしています。それから、日本では当たり前だった細かい気遣いや清潔感、静けさも今ではすごく特別なことに感じます。もちろんヨーロッパの生活もすごく素敵で楽しいこともたくさんあります。ですが、国を離れてみて初めてわかる日本の良さも多いなと思います。もしかしたら今これを見てくれている人の中にも長期で海外旅行をしたことがあったり、母国を離れて外国で暮らしている人もいるかもしれませんね。そんな方はきっと同じような経験をしたことがあるんじゃないかなと思います。この動画では私が実際に日本が恋しいと思ったリアルな瞬間をいくつかのテーマに分けて紹介していきます。ぜひ最後まで聞いていってくださいね。それでは早速説明していきますね。まずは日本の食べ物についてです。食べ物に関する中でも一番最初に思い浮かんだのがコンビニの便利さです。日本のコンビニって本当にすごいですよね。おにぎり、お弁当、スイーツ、フライドチキンや肉まんなどのホットスナックまで種類が豊富で、どれも美味しくて安いです。例えば、おにぎり一つ買うのにも、日本なら100円から150円くらいで種類もたくさんあります。ヨーロッパでもおにぎりは最近とても人気があって、たまに街中で見かけるんですが、1個700円から800円くらいします。ちょっと気軽には買えないですね。次に、日本の安くて美味しいご飯屋さんです。ラーメン、回転寿司、定食屋さん、牛丼チェーン、居酒屋など気軽に入れて美味しいお店が日本には本当にたくさんありますよね。ワンコイン、500円でお腹いっぱいになれるようなお店って日本なら当たり前のようにありますが、ヨーロッパではなかなか見つかりません。外食は基本的に高くて気軽には行けない感じです。それから素朴な和食もとても恋しくなります。味噌汁、焼き魚、納豆、豆腐、漬物などシンプルだけど体に優しくて毎日食べたくなるようなものです。でもこれらはヨーロッパではなかなか手に入りません。特に納豆や豆腐は普通のスーパーではほぼ売っていなくて、アジアの食材を専門的に扱うアジアンスーパーに行かないと買えません。しかも値段が日本の3倍くらいと非常に高価なので、ちょっと買うのに勇気がいります。そして最後にもう一つ、日本と大きく違うと感じるのがお店の営業時間です。ヨーロッパでは日曜日になるとお休みになるスーパーやレストランが多くあるように感じます。平日でも夜9時を過ぎると閉まるお店が多くて、仕事帰りにコンビニやスーパーで夜食を買うなんていう日本ではよくある行動がこっちでは簡単ではありません。24時間営業のコンビニや深夜でも空いているファミレスって日本では当たり前だけど、
海外に来るとそのありがたみを強く感じます。こういった体験からやっぱり日本の食文化やサービスはすごいなと実感することが多いです。サービスに関しては他にも驚いたこと、やっぱり日本のサービスってすごいなと感じることがいくつかあったので、もう少し詳しくお話ししますね。まず、お店の店員さんの対応についてです。日本のコンビニやレストラン、スーパーなどで働いている人たちっていつも本当に丁寧ですよね。いらっしゃいませ、ありがとうございましたって笑顔で言ってくれるだけで気持ちよく買い物ができます。でもヨーロッパではフレンドリーな接客をする店員さんももちろんいますが、多くは不愛想だったり、話しかけても反応が冷たかったりします。レジでずっと無言だったり、商品の扱いも少し雑だったりすると、ちょっと悲しくなることがあります。そして、日本の飲食店では当たり前のようにあったサービスも恋しくなります。日本ではレストランに入ったら、まずおしぼりを渡されて、冷たいお水も出してくれます。これは基本的には無料で、日本だと本当に普通のことなんです。でも、海外では水は有料という国が多いし、おしぼりなんてまず出てきません。日本のおもてなしって当たり前じゃなかったんだなぁとしみじみ感じました。また、公共交通機関のサービスも素晴らしかったと改めて感じました。日本の電車やバスって時間にとても正確で、数分遅れただけでもアナウンスがあるし、すぐに謝ってくれます。ドアの開閉時にも丁寧なアナウンスがあって、次は〇〇駅ですなど、利用者に親切な案内がたくさんあります。それに対してヨーロッパでは電車が10分以上遅れるのは普通です。しかもアナウンスもないことが多いし、なんで遅れているのかわからないままひたすら待つということもよくあります。また、日本の駅や車内はとても清潔で、ゴミ一つ落ちていないことが多いです。さらに、日本の電車の中ってとても静かですよね。ゴミは各自持ち帰ったり、ゴミ箱に捨てたりするのが当たり前だし、みんなが静かにしていて、電話もしないし、他人に迷惑をかけないようにしているのがよくわかります。対してヨーロッパでは座席が汚れていたり、ゴミが落ちていたりする光景をよく見かけます。また、車内で大声で話したり、音楽を流していたり、電話をしている人が多くて、最初はその文化の違いにちょっとびっくりしました。あと、日本ではあまり見かけない歩きタバコですが、ヨーロッパでは結構多いんです。駅のホームや街中で普通にタバコを吸って歩いている人を見かけます。日本では喫煙所が決まっていて、ルールを守って吸う人が多いので、空気もきれいだし、服にタバコの匂いがつく心配も少ないですよね。こんな風に日本では普通と思っていたサービスやマナーが、海外に出て初めて特別なことだったんだと気づくことがたくさんあります。ちょっとした気配りや丁寧な言葉遣い、公共の場でのマナーなど、日本の文化って本当に素敵だったんだなと改めて思いました。次は日本の季節と行事についてお話しします。ヨーロッパにも春夏秋冬の四季はありますが、日本の季節の楽しみ方はちょっと特別だなと感じることが多いです。例えば、春の桜と花見です。日本の春といえば、やっぱり桜ですよね。公園や川沿いに咲く満開の桜を見ながらお弁当を食べたり、友達とおしゃべりしたり、花見の文化って本当に素敵だなと思います。ヨーロッパにも桜の木はありますが、花見としてイベントになることは少なくて、日本のように全国で桜を楽しむ習慣はあまりありません。また、日本には季節ごとの食べ物や行事がたくさんあります。春は桜餅やたけのこご飯、
夏はかき氷やそうめん。秋は栗ご飯や焼き芋。冬はおでんや鍋料理など、その季節ならではの味が楽しめるのは本当に日本の魅力だと思います。食べ物だけじゃなくて、七夕、花火大会、お月見、ハロウィン、クリスマス、お正月と年間を通してイベントがたくさんあって、いつもワクワクしていました。中でも私が特に日本っていいなと感じるのが期間限定文化です。日本ではマクドナルドやケンタッキーのようなファストフードショップやスターバックスなどのカフェ、ミスタードーナツなどいろいろなお店が毎月のように新商品を出しますよね。桜フレーバー、抹茶シリーズ、秋のさつまいもフェアなど季節感たっぷりの商品が並ぶと今しか買えないから食べてみたいという気持ちになります。コンビニでも秋限定、冬の味と書かれたスイーツやお菓子がたくさん出て、日本に住んでいた時はついつい買ってしまっていました。でもこちらではそういう期間限定や季節限定商品があまりありません。もちろん季節の食材はありますが、毎月のように商品が変わるということは少なくて、同じものがずっと売られている印象です。最初はシンプルでいいなと思ったけど、やっぱりその時期にしか味わえない食べ物を楽しむ日本の文化を懐かしく感じることがあります。さらに日本では街の飾り付けも季節ごとに変わりますよね。春は桜、夏は風鈴やうちわ、秋は紅葉、冬はイルミネーション。駅やデパート、商店街、コンビニまでその季節を感じられる工夫がいっぱいあって、歩くだけでワクワクします。そういうちょっとした季節の演出が日本らしさの一つなんだと感じます。こんな風に日本の四季とそれに合わせた行事、食べ物、イベントなどが海外に住んでいるととても恋しくなります。ただ気温が変わるだけじゃなくて、気持ちや楽しみ方まで変えてくれる日本の季節感ってやっぱり特別なんだなと改めて感じています。次は日本の便利さについてお話しします。特に自動販売機、コンビニ、便利グッズが恋しいなと感じます。まず日本にはとても多くの自動販売機があります。日本にいると駅のホーム、ビルの横、住宅街の角、公園の中など本当にどこにでもあります。しかも売っているのは冷たいジュースもあれば温かいコーヒーもあったり様々です。飲み物だけじゃなくてアイス、お菓子、カップラーメンなどもあったり種類も豊富です。夜遅くに喉が渇いても近くに自動販売機があればすぐ飲み物が買える。これは海外ではなかなかできないことです。ヨーロッパでも自動販売機自体はありますが、それは空港や大きな駅など一部の場所にしかなく、数も少ないし、夜に使えないこともあります。そして日本のコンビニの便利さも恋しいと感じるものの一つです。日本のコンビニはとにかく何でも揃っていて、早朝でも深夜でも開いています。おにぎり、サンドイッチ、お弁当、スイーツなどの食べ物以外にも、文房具、化粧品、薬など、ちょっとした忘れ物もコンビニ行けばなんとかなりますよね。雨が降り出したけど傘忘れた。明日必要な書類をコピーしたい。そんな時にも頼れるのが日本のコンビニです。でも海外だと24時間営業のお店はあまりないし、品揃えも日本のように豊富ではなく、食べ物のクオリティも日本のものほど高くありません。そして日本の100円ショップやドン・キホーテで売っているような便利グッズもヨーロッパでは手に入れることが難しいです。日本にはとても便利でお手頃価格のアイデアグッズがたくさんありますよね。キッチン用品、収納グッズ、清掃道具、美容アイテムなど、どれも安価で試しやすいのが魅力です。
特に100円ショップに行くと、こんなに工夫されたものが100円と驚くような商品がたくさんあって、見るだけでもとても楽しいです。また、ドン・キホーテのようなお店に行けば、日本独自の便利グッズがずらーっと並んでいて、ワクワクしながらお買い物ができます。こういった店が日本には至るところにあり、日常生活のちょっとした不便がすぐに解決できるのも日本の良さだなと実感しています。海外生活を楽しんでいる今でも、ふとした瞬間に、日本のあれがあればなぁと思うことがあります。特に日本の便利さは、住んでいた時には気づかないけれど、離れてみると本当にありがたいものだったなと思います。最後に、日常生活、特に家の中で感じる日本ってすごいなと思うポイントについてお話ししますね。何かというと、それは水回りの快適さです。まず、トイレの便座です。日本では冬でも便座は暖かくて、ウォシュレットも当たり前についていますよね。それがこっちでは冷たい便座にウォシュレットはついていないことが普通です。冷たい便座に座るとなんだかショックな気持ちになるので、日本のトイレの技術って本当にすごかったんだなと実感します。しかも日本のトイレってすごく清潔で、使った後に自動で流れるものや音を消す機能までついていたりしますよね。ヨーロッパでも綺麗なトイレはありますが、機能面ではやっぱり日本にかなわないなと感じます。そしてもう一つ、毎日の生活でじわじわ恋しくなるのがお風呂です。こちらでは湯船がないか、あってもとても浅くて小さいことが多いです。ほとんどの家庭ではシャワーだけで済ませるのが一般的です。しかもバスルーム自体がとても狭いことが多くて、洗面所と一体になっていたりするので、日本のように落ち着いてリラックスできる空間ではありません。日本のお風呂ってただ体を洗うだけじゃなくて、一日の疲れを取る時間でもありますよね。ゆっくり湯船に浸かってぼーっとしたり考え事をしたりする時間って本当に大事だったなぁと実感します。特に寒い日や仕事で疲れた日にはあったかいお風呂に入りたいなという気持ちになります。また、日本の住宅には脱衣所があって、服を脱ぐスペースや洗濯機の置き場所があるのも当たり前でしたが、こちらではバスルームとトイレが同じ空間にあったり、脱衣所がないこともよくあります。また、特にアパートメントだと、各部屋に洗濯機がないことも一般的で、少し不便に感じることもあります。毎日の生活の中で使うものだからこそ、水回りの違いは小さなストレスになります。そして同時に、日本って本当に住みやすい国だったんだなと実感するポイントでもあります。今回は日本が恋しくなる瞬間について紹介しましたがいかがでしたか？こうしてヨーロッパでの暮らしを続ける中で、ふとした瞬間に思うのが、やっぱり日本っていいなということです。もちろんヨーロッパにも素敵なところはたくさんあります。建物が美しくて、歴史があって、人々が自由でのびのびしていて、文化や価値観の違いから学ぶこともたくさんあります。日本にいた時には気づかなかった新たな自分の価値観にも出会いました。でもだからこそ逆に日本の良さにも気づくことができました。例えば、清潔で静かな電車、時間に正確なバス、丁寧な接客、季節を感じられる食べ物や行事、何でも揃うコンビニ文化など、当たり前だと思っていたものが、実はすごくありがたいことだったと感じます。こういった感覚って、日本を離れて初めて気づくことなんですよね。日本が恋しいなぁと感じるたびに、私ってやっぱり日本人なんだなぁと改めて思ったりもします。でも、恋しいと感じる気持ちも含めて、
それが海外で生活する楽しさなのかなとも思います。違う文化や生活スタイルを体験してみることで、お互いの良さを比べるのではなく、理解して受け入れる心も育っていく気がします。皆さんにもきっと離れて初めて気づいた〇〇の良さってあるのではないでしょうか。例えば、旅行から帰ってきた時に、やっぱりこの味が一番と感じたり、留学や海外生活を通して、この国のこういうところが好きって思えたりしませんか？もし恋しい国や文化、離れて気づいた大切なことがあれば、ぜひコメントで教えてくださいね。また、日本に来たことがある方は、日本で好きだったことや逆に不便だったことなどもぜひシェアしてくれると嬉しいです。もしこのエピソードを楽しんでいただけたら、ぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。感想やリクエストがあればコメントで教えてくれるととても嬉しいです。これからも日本の文化や楽しい話題をたくさんお届けしていきたいと思っているので、次回のエピソードもどうぞお楽しみに。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。